皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルへようこそ。この動画では、Google コラボラトリで Excel ファイルにデータフレームを書き込む方法について解説していきます。Python のデータ分析ライブラリー Pandas を使って、データフレームのデータを Excel ファイルに出力する。特に Google コラボラトリ環境での具体的な手順をステップバイステップでご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、作業を始める前に準備が必要です。Google コラボラトリの作業領域にデータを書き込みたい既存の Excel ファイルをアップロードします。今回は例として、existing_file.xlsx という名前のファイルを使用し、あらかじめ Sheets1 から Sheets3 まで作成しておきます。このように、コラボラトリのファイルセクションから右クリックしてアップロードを選択して、ローカルのファイルを選択し作業領域にアップロードします。最初に、既存の Excel ブックに新しいシートを追加してデータフレームを書き込む方法を見ていきましょう。まず、必要なライブラリーをインポートします。Pandas と OpenPickle です。OpenPickle は Excel ファイルの読み書きに必要です。次に、書き込みたいデータを持つデータフレームを準備します。ここでは簡単な例として、データという列に10、11、12というデータを持つデータフレームを作成します。そして、pd.excelwriter を使って Excel ファイルへの書き込みを行います。with pd.excelwriter as writer という構文を使います。これは with ステートメントと呼ばれるもので、ファイルのオープンとクローズを自動的に管理してくれる便利な機能です。with ステートメントについては、後ほど詳しく説明します。Excel ライターには、ファイル名、使用するエンジンOpenPickle、そしてモード A を指定します。モード=A は、追記モードを意味し、既存のファイルにシートを追加する場合に必要です。最後に、df_excel メソッドでデータフレームを書き込みます。ライターオブジェクト、新しいシート名シーツ4、そしてインデックスを書き込まないオプションインデックス=falseを指定します。このコードを実行すると、このように、existing_file.xlsx に新しく、Sheets4 が追加され、そこにデータフレームのデータが書き込まれていることが確認できます。with ステートメントは、主にリソースの管理を自動化するために使用されます。ファイルネットワーク接続、データベース接続など、使用後に適切にクローズする必要があるリソースを扱う際に便利です。with の後の式は、リソースを返す式を指定します。例えば、openfile.txt、w はファイルオブジェクトを返します。ターゲット変数は、式によって返されたリソースが代入される変数を指定します。リソースを使用する処理は、with ブロック内で、ターゲット変数を使用してリソースにアクセスし、操作を行います。with ステートメントのメリットは、リソースの自動クローズが行えることです。with ブロックが終了すると、自動的にリソースがクローズされます。これにより、リソースのクローズ忘れを防ぎ、リソースリークのリスクを軽減できます。また例外処理の簡素化にも役立ちます。with ブロック内で例外が発生した場合でも、自動的にリソースがクローズされます。これにより、例外処理のコードを簡潔に記述できます。その他、コードの可読性を向上させます。リソースの管理を with ステートメントに任せることで、コードがより簡潔で読みやすくなります。下の例では、オープン関数でファイルオブジェクトを取得し、with ステートメントでファイルを開いています。with ブロック内でファイルに書き込みを行い、ブロックが終了すると自動的にファイルがクローズされます。次に、既存の Excel シートのデータを更新する方法です。これは、シート内の既存データを一度クリアしてから新しいデータを書き込む方法になります。基本的な流れは先ほどと同じですが、Excel ライターの設定が少し異なります。11行目のように、if_sheets_exists=replace というオプションを追加します。これにより、指定したシートがすでに存在する場合、その内容を完全に置き換えるリプレイスを指示します。また、13行目の df_excel では、スタートロとスターチャコルというオプションを使って、書き込みを開始するセルを指定できます。例えばスタートロ=2、スターチャコール=4とすると、インデックスは0から始まるため3行目、
5列目からデータが書き込まれます。実行結果を見ると、シーツ1の元のデータが消去され、指定した3行目、5列目の位置から新しいデータフレームのデータ10、20、30が書き込まれていることがわかります。最後に、シート内の既存データを消さずに、その下の最終行の次に新しいデータを追記する方法です。ここでも Excel ライターを使いますが、今度は if underline sheets underline exists equal overlay というオプションを指定します。これは既存のシートにデータを重ねてオーバーレイ書き込むことを意味します。ただし、単純に重ねるのではなく、最終行の下に追加するように工夫します。コード内では、まずライター .book でワークブックオブジェクトを取得し、そこから対象のシートワークブックシーツ1を取得します。次に、シーツ max アンダーラインローでシート内の最大行番号データがある最終行を取得し、その次の行スタートローイコールシーツ max アンダーラインロープラス1を開始行として設定します。開始列は、ターチャコールイコール0、1列目とします。そして、df2 アンダーライン Excel で、計算したスタートローとスターチャコールを開始位置としてデータを書き込みます。実行結果を見ると、シーツ1の既存データはそのまま残り、その最終行の下から新しいデータフレームのデータが追加されていることが確認できます。今回は、Google コラボラトリ環境で Pandas データフレームを Excel ファイルに書き込む際のポイントとして、新しいシートへの書き込みモードイコール A、既存シートの更新モードイコール A、if underline sheets underline exists イコール replace。既存シートへの追記モードイコール A、if underline sheets underline exists イコール overlay と最終行の計算。with ステートメントによる安全なファイル操作。スタートロー、スターチャコルによる書き込み開始位置の指定について解説しました。pd.excelwriter と df、to underline Excel のオプションを使い分けることで、様々な形式で Excel ファイルへの出力が可能です。ぜひ皆さんのデータ分析業務にご活用ください。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。